下関魚市場本店の仕掛けをね考えてるんですよ。ちょっと楽しいお店にしたい。愛情込めて泣きの魔法全国へ届ける魚お魚さんに感謝をして今日は何の日かなかなかな。おはようございます。すごいでしょ。工事真っ只中って感じですね。そうなの。今日もねちょっとこの後工事がスタートするんですけども、さあ今日は何の日かな。突然始まりましたけど。はい、君はい。カメラを持ってこいということは今日撮影って聞いてます。撮影ですよ。半日かけて。今日は本店のねリニューアル工事が突如始まりまして、リニューアル工事の進捗をね結構お問い合わせいっぱいいただいてるんで、今日どんな感じかなって大公開したいと思います。今日は動画の中盤でお店の完成予想図を初公開します。うわ、楽しみですね。このお店もねだいぶできてきてて、天井はね今日は塗ってました。色悩んだんだけど最終的に白にしちゃう。本当だ、白ですね。ここが中華パン、ここが魚さばいたり入り口に向いてるんですね。そう、ここがオープンキッチンになってて、これスペースとかになって、これレジやったり揚げ物したり刺身切ったり、こっちがレストランです。あ、ここですね。さあ、半分が魚屋さんで半分が飲食店っていう感じです。完全にセントラルパーク店、うちが4年前にオープンしたセントラルパーク店と同じ感じのお店にするので、店名も決まってセントラルパーク店と一緒の下関魚市場本店っていう風になります。なんかさ、魚屋さんと飲食店ブースを作るんだよっていう話をしたらさ、魚市場のパクリやんみたいなこと言われたの。もう4年前からやってますから、これいいんですよ。パクリとかパクリじゃないとかいいんだけど、別に魚市場さんを意識してこういうお店をしてるわけじゃなくて、うちの業態として魚屋さんがあって飲食店があってっていうのはもうすでにやってることなので、決してそういう意図があってやってるわけではありません。嫌な感じになっちゃうからね。今日はですね、そんな話はどうでもよくて、他の下関魚市場本店の仕掛けをね考えてるんですよ。来た人がワクワク、動画見て来た人がそわそわするようなお店の中に仕掛けたいなというところで、カメラマンさん今日は刺身に行きます。行きますよ。ちょ多治見ですか。今日撮影、魚の撮影だと思って僕用意したんですけどね、海がないところに行くとは思ってなかったです。海なし県ですよ、岐阜県。ほんといつも唐突ですもんね。いいじゃないですか。たかが岐阜、高知とかじゃないんだから。森さんってよく唐突だねって言われません？全然計画的だねって言われます。本当ですか？思い立ったらやるタイプじゃないですか。行きたくなったから。それを世の中的には唐突って言いません？でもそもそも今回の本店のリニューアル工事自体がむちゃくちゃ唐突に始まったのよ。原因その1、そうやって急に始まっちゃったからいろいろ考えなきゃいけないことがバーって増えてきて、本店はやっぱちょっと楽しいお店にしたい。内装もね大事にした市場感も作りたいし、ちょっとこう遊び心、子供が来てもおじいちゃんおばあちゃん来ても大人の方来ても楽しいって思える空間にしたいなと思って、今回は遊びの仕掛けを鈴店に続いて隠しタイルで演出したい。もう完全に普通の魚屋じゃないですよね、隠したいって発想が。これだから素人は困るよね。魚屋っていうのはね、タイルだってうまくさばくんですよ。その心は魚屋だからな。鈴店がね、やっぱり動画見てくださってる方たちがめちゃくちゃ写真アップしてくれてて、来るために写真を撮るんですね。そう、お店にさ待ってる間とかこう手持ち無沙汰じゃん。社長の名言タイルなんかは皆さんの写真スポットになってますからね。そういうちょっと遊び心のある隠しタイルを今回も本店のどこかに潜めていきたいなと思っています。ってことで多治見なんですよ。なるほど。やっぱりあれは多治見に行かないと作れないですもんね。私が今まで出会ったタイル屋さんの中で一番アナログ、最先端なんだけどアナログっていうの、自分のやりたいことというかやっていることと重なるところがあって、伝統を保ちながらこれからの時代に合わせて柔軟に変革させていくとか、機械とか AI にできない人間だからできることみたいなのを、そこに価値を作ってやられているっていうのがね、応援したいなと思って今回本店でも使いたい。笠井さんにも結構丸投げというか、丸投げなんですか？丸投げじゃないちゃんと考えて丸
丸投げじゃない、何てさ言うんだっけ。っきまで綿密な計算がうんって言ってたのに。丸投げじゃなくって連絡はしてあるんだけど、はいとりあえず着なよみたいな感じだから凸です。凸なんですよね。はい。今回僕も撮影でいろいろ本店のリニューアルのやつを撮らせてもらいましたけど、なんかいつも以上に気合が入ってる感じがするんですけど。そんなことないですけどね、1店舗1店舗愛情を持って作ってますから。今回の下根式本店はやっぱり私がこの家業に戻ってきて一番古い、残ってる、現存する一番古い店舗だからです。本店があって、あ、そうか、錦はもう2号店だからね。その前にあった回転寿司のお店とかはもうその業態自体変えちゃってるから、居酒屋に。で、本店が今一番古いんですよ。私ら森家のこう怨念怨念じゃない、なんだっけ、執念なんだろう、愛着。愛着今日言葉が出てこないな。今日疲れたんだよな、本当に週末。愛着が一番深いというか長いお店なんで、そこをねリニューアルするっていうのは結構社内、そして森家内で議論があったわけよ。で、一番そこを私がやりましょうって引っ張って決まったことなんで、そこに対する思いとしては前の動画でもちょっと話したけど、社長も66歳、私も39歳、事業承継のタイミングも近いわけですよ。この本店のリニューアルっていうのはしっかり社長の思いとか、寿商店今まで支えてくれた人の歴史をガッと抱えて、私なりにやりたいことと掛け合わせながら受け継ぎたいなっていう、こう決意表明のリニューアルなんで気合入ってるんです。ということで多治見に行きます。はい、ということで到着しました。多治見2回目だね。あ、前回来ましたっけ？前回来ましたよ。で、ここエクシーズさんです。もう多治見でね、おしゃれタイルって言ったらこちらですよ。ということで多治見のタイルのことならこの方どうぞ。笠井社長です。こんにちは、笠井です。2回目の登場ですね。2回目ですね。ねえ、はい。相変わらずパーマがいい感じですそうですね。かけたて？かけたて。あ、やっぱりちょっとおしゃれ。細かくなっちゃってね。このはいトイプードルのような甘いマスクのはい。どれ。笠井社長です。で、笠井さん、今日ちょっとすいません、急に。ねえ。うち今本店をリニューアルしてるんですよ。4月オープンで、はいそこで鈴店の時すごいタイルが好評だったので、はい。なんか面白いタイル作れないかなみたいな感じじゃないですけど。はい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 。いやー嬉しいですね。また本店もタイル使ってもらえると。優しい、受け入れてくれた。いやいや、もうじゃあちょっと良さそうなタイルあるんでちょっと見に行きますか。いいんですか？はい早速、じゃあお願いします。ぜひぜひ。楽しみ。はい。どうせならね、やっぱ国産使ってほしいなと思うんで。笠井さんといえば国産タイルなんですよ。地場産業を盛り上げていきたいんで。そこはもうぜひ国産使いましょう。ちょっと値段わからないですけど。高いのかしら。こんにちは。これは何をしてるんですか？これが国産の床タイルですね。おお、ちなみに今回はどういうところにタイル使おうってお考えなんですか？今回は早速パースをお見せしようと思うんですけど、この棚のところ、陳列棚、はい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 。これがワッと入った時に目立つかなと思って、はいタイルを使いたい。前回も鈴店で買ってもらってよかったですね。そうですそうです。あんな感じ、ちょっとカラフルなやつと、あと床はいはいはい。床にタイルを使い、やっぱりちょっと強度大事かなと思ってて、あともう一箇所がここですね。外、外壁のところ、いいですね。結構変わったのれんつけるんですよ。のれんなんですね。そう、かっこいいでしょ。クジラをちょっとイメージして作って、なるほど。下がちょっと何もないと閉まらないので、この辺にちょっとダーク系のタイルでいいのがある。インパクトあるタイルがあるんで。あ、本当ですか？はい、これもちょっと紹介したいなと思います。本当ですか？はい、この今言った3箇所のどこかに隠しタイル、鈴店でやったみたいな、はい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 。を入れたいんですよね。どこがいいかな。鈴店の時あれはは手書きで書きました。絵付けでやりましたので、まあ同じことやってもね仕方ないんで。なんかありますか？面白い。やっぱ床じゃないですか。床に絵を描くってことですか？そう。おお、面白い。タイルに絵が描けます。今日社長たち来てないんですけど、描けますか？手書きじゃなくて、ちょっと印刷であるテクニックがあるんで、ちょっとそれ紹介したいなと思います。最新ですね。
最新大好き。これこんながタイルがあるんですよ。可愛いですね。模様付き？いや、タイル自体に模様はついてなくて、こういうタイルに後加工でレーザーで彫り込んで、レーザーで、はいへえ、すごい。なので結構自在に好きなイラストを彫り込んだりとか、そういうことができますね。実際こういうアートで現場があって収めたこともありますので。へえ、すごい。あ、でもこれなんかあれですね。角度によってめちゃくちゃ見えるし、うんこれめちゃくちゃ隠しタイル。そう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 。今回床に隠しタイルを作ります。隠しタイルの絵柄をレーザーだからなんかデータで送ればいいってことですか？そうです。データでわかりました。じゃあちょっとそれの絵柄を相談しましょ黒線と、まあ、ほっぺも削れるんですけど、どう。んななくていい感じでよね。ない方がシンプルに見えるかも。あ、じゃあそうしよう。一つだけちょっと今日ねお伝えしようかなと思います。これこちらです。画面。これもいけるんですか？だってこれいけますイ。メージ的に隠しミッキー的な感じのタイルを作っていこう。今日は完成しないけど、今日は完成しやるところは見れる？そうですね。ちょっだっとやっててみましょう。やってみよそのところ。う。嬉しい。でもこれなんか近くで見るとすごいかっこいいですね。色。大変そう。大変ですよ本当に。に。これは国産タイルってことですよこれね国産。すごい。でも一番それがいいですよね。日本のものを使うっていうのが。これは何をしてるんですか？高さを確認して高さを確認してる。もう始まるんですかこれ？あ、すごっ。うわ、かっこいい。スタートしますか？スタート。眩しい。これどこ作ってんだろう。頭かな。頭っぽいですね。上から順にやってってる感じですね。なるほど、ここだ。はい頭のところだ。そのさっき見せてもらったでっかいやつはどれくらい日にちかかったんですか？あれは2ヶ月以上かかりましたね。 2ヶ月？その案件のために設備投資して2台体制でやってあれはどこにあるタイルですいく。か？あれは新宿歌舞伎町タワーのミラノ座っていう公演会場みたいなところの外の床に施工されてます。すごー。じゃあみんな見れるってこと？みんな見れますね。見てみてください。これがエクシーさんの作品なんだ。他社さんではメジャーなんですか？やらないやらない。すごい珍しいんだ。珍しいですオ。リジナルタイルが作れるってことですよね。そうですねしかもかなり高クオリティの。しかも量産もできちゃう。時間かかるけど。時間かかる。どこに隠そうかなって感じですね。客席とかもいけるし。逆に社長の顔はめっちゃ踏めるところに置いとこうかな。レジの前とか。やってちゃう。采配は私が行いますので。店舗の監修は全部森さんがやってるんですか？そうなんです。ただ一番思い入れの強い社長が結構文句が多くてですね。事業初期あるあるですよ、はいはい笠井さん。はいはい。その社長が創業者ですね。そう。あれ、笠井さんところは？うちもそうです。あ、うちも創業なんで。だって今ね、同じバリバリで今働いてますそうよね。同じ本当境遇ですよね。でも昔からこういうことはやられてたんですか？革新的な。でもそうですね。業界の中では常に結構挑戦してるような会社でしたね。じゃあお父さんがもともとチャレンジャーというかそうですね新しいものにあんまり抵抗がなく。ないですね。それはうちの社長とも似てるかもね。まあ合理的な人。いやいや人情派ですね。あ、僕何ははどっちかというと合理派なんで。確か一緒ですね。私合理的だよね。合理的に今日突然訪問して今日僕突然岐阜行くって言われたんですよ。それ行くけどそれは合理的なん合理ですかね。的です。情熱がないとできない情熱ですですもんねね。。僕でしかできないなんかまた新しいことをやっていきたいって思ってますね。それって笠井さん、私も今すごいこう端境にいるんですけど、はい昔は手仕事でしかできなかったことががいっぱいあって、はい全部手間暇かけてやることが割と当たり前だったはいはい時代じゃないですか。その時代のお父さんたち。そうですね。時代とともにね、そうやってだいぶ便利になってきて、こう手でやらなくていいものが増えてきたじゃないですか。で魚も、今こうフィレにする機械とかもあって、別に多分将来的にもしかしたらさばかなくてもいい時代がそうなんですか。来るかもしれないっていう中で、今手仕事こそ価値があるんじゃないかなって思うのね、私は。よりこう細かい
お客さんのオーダーに応えてあげられるお店とか、そういうのをやっていきたいなと思ってわざわざこの時代に対面の魚屋をやるんですよ。なるほど。なんか出張の解体ショーもね、よくやられてますもんね。でその場でしか感じられないこととかってやっぱ人間にしかできないから、こう空気感とか、そういうのを仕事にしていきたいなと思ってるんですけど。だいぶできてきた。全然これ目立ちますね。めちゃくちゃめっちゃ目立つやんこれ。これいいっすね。社長好きそう。マットのパターン。これかっこいい。マットもいい。でも室内のなんかライトにこれかっこいいな。なんか鱗みたいでいいじゃん。ね、かっこいいね。おー、なるほど。あとはもう笠井さんにお願いしてる外壁のところと中のお弁当とか売るところの陳列棚のタイルもちょっと相談して決めました。笠井さんとこのタイル色がめちゃくちゃ綺麗だからすごい映えるなと。よかったよかった。楽しみ。ぜひ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今日全然計算済みのもとなんですけど、いろいろと決まりましたので、しかも40万人のグッズももしかしたら笠井さんのところでねできるかもしれない。いや、ぜひぜひやらせてください。コースター何ができるんですか？タイル、食器っていうのは。お皿はできないもんね。タイルお皿は平皿だったらできる。僕よく奥さんが、ちょっとのろけになっちゃうんであれなんですけど寿司屋さんをやってくれて、家の中でかわいい。すごくて、なんかでタイルの平皿に「へいお待ち」みたいなやってくれて。なんてかめちゃくちゃ美人なんだよ奥さん。平皿って結構刺身とか寿司とか魚とは相性いいですね。ただ裏足がねちょっと微妙なんですよ。あフラットじゃないのでこういう感じになる。でもめちゃくちゃいいじゃん。あ、本当ですか？タイルの平皿いいね。魚ライフのお供に良さそう。作る笠井さん。本当？すごい。ということで、多治見のエクシスと笠井社長にいろいろと本店の内装でお世話になりますので、ちょっと宣伝もね兼ねて今日は私動画をね作りましたので、皆さんこのエクシスさん気になったら概要欄の方から覗いていただいて、ぜひチェックしてみてください。はい、ぜひともお願いします。お問い合わせも入れときますので、お店作る人とかいいですね。こんだけ相談乗ってもらえたら。ああね。飲食店とか何でもいいですよね。アパレルとか。そうそうそう。お店やる人結構アパレルの人とかね。世界一つだけのタイルもできるそうなので、気になった方ぜひ問い合わせてみてください。笠井さんありがとうございます。ありがとうございます。責任持ってお作りいたします。はい、ありがとうございます。